教えて時空先生。というわけで新企画教えて時空先生です。新しいお便りテーマとして募集していた教えて時空先生に届いた空友の生徒みんなからの質問に私時空先生がズバッと答えていく感じです。先生なのでメガネをかけて頭良さそうな感じでやっていきますよ。それでは授業を始めます。空友ネーム幕末獅子さん。寝るとどうして夢を見るの？どうしてだろう。怖い夢とかじゃなければなんか見てる方が嬉しいかなって思うし、みんなが見たいものが見れるから夢って見れるんだと思います。空友ネームカラーズの黄色い方さん。お刺身は海のどこにいるの？って海にはいない。お刺身は海で魚を釣ってそれをこうトン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 ってやって食べるから海の中に刺身はいませんよ。空友ネームレタスさんです。空さんこんにちは。空さんといえば空ですよね。空といえば宇宙ですよね。宇宙空間を出ると暗黒物質ダークマターがありますよね。なんで黒いのでしょうか。まさか空さんは本当は腹黒いって。おい私は腹黒くないぞ。そうだな。なんで真っ黒なのかな。ダークマターってあれなんかブラックホールみたいなやつとは違うか。違うな多分。やっぱ宇宙自体がさなんか謎じゃん。だから本当は黒くないけど私たちの目から見ると黒く見えてるってことなのかなって思いますね。頭よく見えるかな今の発言。全然見えないな絶対。まあそんな感じなんじゃないかなって思います。なぜクマは冬眠できて人間は冬眠できないの？空友ネームモンモンさん。すごいなんか悶々としてるのかな。ふーってなってるのかな。冬眠できないのか。そうだな。もし私たちが冬眠しちゃったら冬の楽しいイベントとかが全然楽しめなくなっちゃうから一年中をすごい楽しむために人間は冬眠しないで毎日ちゃんと寝るようにしてるのかなって思ってます。空友ネームかやこかっこさんから。社会の時間に EU というものを習ったのですがどんなものか忘れてしまいました。何かの略称だったと思うのですが時空先生教えてください。顔文字かわいい。かやこかっこさんありがとうございます。 EU かEU がヨーロッパらへんっていうのはわかるよ。なんかヨーロッパのどこからへんのなんかいっぱいなので EU か。いいヨーロッパY じゃないのかヨーロッパって。まあ多分ヨーロッパの E だよ。いいで U がユアンダユニバース。まあユニバース的ななんかそう言葉の意味がどっちもわかんないヨーロッパのユニバースたちだよ。そうなんかそんな感じでなんかヨーロッパがいっぱい集まってるものが EU だとそういうことにしといてください。先生なんで人間は恋をするのでしょうか。空友ネームカモメだ。ってカモメ？目の前にカモメでもいるの？なんで恋をするのか。それは私たちが心を持つ人間だからなのではないでしょうか。空友ネーム焼きそばーんさんから。じゃんけんの必勝法を教えてください。じゃんけん最初はグーじゃんけんぽん。これですね。じゃんけんはですね強い子がすごい言ってたんだけどなんかじゃんけんするときにこう手の動きに注目するといいんだって。なんかやっぱりパンって出すときにこうパー以外は
この指の動き、チョキとかもそうだけどがかなり決まってるらしくて、そこをしっかり見て動体視力で次これ出すって分かると、その後にスパンって答えが出せるって言ってたけど、そんなに素早くこう動いてるななんていうのはかなり難しいから、多分その子もきっと勘でやってるんだと思います。あとは何回もやってると、あ、この子次これ出すかもみたいな癖とかがわかると思うから、そうすれば勝てるようになるんじゃないでしょうか。空友ネーム黒飴さん。空先生おはようございます。空先生に質問があります。わんこそばはあるのに、どうしてわんこラーメンやわんこそうめんがないの？教えてください。確かにそばしかないね。わんこそば、こうやって1個ずつ食べるやつでしょ。ラーメンはなんとなく伸びちゃう気がするから、なんかあまりわんこに向いてなさそう。なんか大食い大会とかでよく見るよね、わんこそば。でもそうめんはね伸びないのに確かにない。なんでないんだろう。てかわんこってなんで始まったんだろう。よくわかんないな。そうだな。じゃあわかった。ラーメンは伸びちゃうからダメで、そうめんはやっぱ夏に食べるものだから、どんな時期でも食べれるように伸びづらいそばだけがきっとあるんだって思っとこう。そらちゃんは高校生だそうですが、僕も高校生です。それで常日頃から思ってることをそらちゃんの回答か聞いてみたいので質問します。というわけで質問です。どうして僕らは勉強しなきゃならないんでしょうか。正しくなくていいです。そらちゃんの意見をお願いします。名前はなかったんですがありがとうございます。そうだな、私もなんで勉強しなきゃいけないんだろうって思うことはあるんですけど、いつかなんかやりたいことがすごい見つかった時とかに、例えば今の私だったら歌が歌いたいとかなんだけど、そうなった時に今まで全然勉強してなくて、なんか何にもわかんないっていう状態だと、いざやりたいってなった時とかに最初からやらなきゃいけなかったりとか、やっぱり勉強してなかったから無理だってなっちゃうと思うんですよ。そうじゃなくて、いろいろ勉強してたから何でもできる、どんなことにもチャレンジできるよっていう風になるために、私たちは今勉強してるんだなって思ってます。キツネリスさんから、どうして笑顔を見ているとこちらも微笑ましくなるの？キツネリス、キツネなの？リスなの？どっち？そうだな、微笑ましくなる。例えば赤ちゃんの笑ってる顔とか、ちっちゃい子がなんかわーキャッキャーってやってる時とかってフフフってなったりするよね。そうだな、どうしてだろう。私いつも見てて思うのが、みんなが例えば放送とかですごい楽しいとかなんか嬉しいとか書いてるのを見ると、自然とにっこりとしちゃうんだよね。周りの人が幸せな姿とか見てると、自分も嬉しくなって癒しというか、ほわってした気分になるから、微笑ましいな、可愛いなっていう気持ちになるのかなって思います。はい、ということで質問があって悶々としていた空友生徒のみんな、すっきりしたかな？私時空先生に教えてほしいことがあればお便りフォームから投稿してみてください。それでは授業おしまい。またねー。